何を一人でブツブツ言ってるの、たくみくん。リンファじゃなくてお姉ちゃんと呼んでほしいな。姉さんの天のしるべだから私の弟くん。ところで何を一人でブツブツ言ってたの？怖いことあった？ギューってしてあげた方がいい？珍しくないでしょ、軍備は。ああ、しょうかちゃん。たくみくん少し変わったわね。そうじゃなくて、ちょっと前までのたくみくんはね、なんていうかな、そう、遊びがなかったの。最近のたくみくんは余裕ができて、ずっといいわ。しょうかちゃんに会いたいって思うようになったのもそのせいね、きっと。いってらっしゃい。でも無理だと思うの。苦しゅうないぞ。聖望にかしこまるなんて柄じゃないっしょ。宮廷の作法で決まってるの。そう、偉い人の決まりなの。地球、廃校の災禍を仰がねばならないことが。
背景の光陵殿から文が届きました。手短に内容をまとめると、決起を促す檄文です。光陵といえば大物ね。光陵の先見軍でした。そういえば恩義があるんだったわ。捕まえないでみすみす2人を返すなんて見る目はなさそうだよね。でも海警といえばずっと南だし、それに今さら決起ってな。詳しい話は長陵ちゃんから。この檄文は大きな選択になります。劉邦様の今後の命運を決めるでしょう。劉邦様は現状拝見のほぼ全てを支配下に置かれていますが、かつてない窮地にあります。窮地？何それ？ご存知の通り、召喚率いる秦の討伐軍によって陳将五公の乱は鎮圧されました。五公は討ち取られ、逃げ延びた陳将も部下に殺されました。あれは驚いたなんてもんじゃなかったよね。陳将配下の知将周将は数十万の兵を率いて難攻不落の函谷関を破り、秦の帝都咸陽へ迫った。一時はこのまま咸陽まで落としちゃうのかって勢いだったよね。まさか召喚なんて、これまで無名の将軍が周将の軍を見事に破っただけじゃなくて、陳将五公まで倒されるなんてさ、もうなえないんだよ。なんて場合じゃないよね。そもそも負けたってことは天命になかったのよ。王になるのはこの私、赤龍の乙女なんだから。へっへー、すごいでしょ。召喚は旧国の英雄なのね。秦にとってはそうだけど、私たちにとっては厄介な相手だよ。陳将五公が敗れ、動いた情勢そのものがです。現在拝見の周りには4つの勢力があります。3つじゃなくて4つ？1つは北の魏を支配する周仏。2つは拝見の東龍圏を拠点とする秦家祖軍。秦家は元は陳将の配下。陳将の後釜を狙ってケープという人物を宋に祀り上げ、我こそが祖国の将軍であると名乗っています。秦家とは仲いいんだよね。兵借りたりもしてるし。3つは召喚率いる反乱討伐軍。主力は再編のために構想周辺にとどまっていますが、
早晩大規模な侵攻、賊軍討伐を再開するでしょう。遅かれ早かれぶつかる相手よね。ちなみにさ、うちらと討伐軍が戦ったらひとたまりもありません。討伐軍はすでに20万を超す大軍です。はあ？2万だよね？20万です。それも少なく見積もってですよ。なんだよそのイカ様、陳将5校も10万だか20万だかの大軍だったよね。連戦したのに兵減ってない。てか増えてるじゃん。姉さん荒れないで、落ち着いてね。陳将5校にそれほど一方的に勝ったということでしょう。強すぎじゃん。そして4つは北上してきた光陵祖軍です。光陵の軍はすでに長江を渡り、光陵を越えてさらに北上中です。つまり光陵の激文は北上するから一緒に進化をぶちのめそうぜと言ってきたってこと？はい、劉邦様らしい非常にわかりやすい要約です。光陵が激文を発した理由は2つあります。1つは臣下が祖の後継を名乗って陳将が残した兵を手に入れようとしたことです。それが光陵の激鱗に触れました。光陵は祖の命族の生まれ、滅ぼされた故郷祖の再興を掲げています。断りもなく祖を名乗り王を立てるとは何事かと、激文には稽古を義王であると糾弾し、心ある者は光陵の旗に集えとあります。光陵は大軍を率いて長江を渡ってきました。臣下と一戦交えるつもりです。2つはこの機会に阪神勢力を束ねて討伐軍を打ち破るためです。つまりその跡目争いと見えて、その実は阪神勢力の主導権争いだと。光陵はそのつもりでしょう。臣下を倒しその正統を示し、その威勢をもってあまたの阪神勢力をまとめ上げて一気に召喚の討伐軍を打ち破る。少々楽観的ですが雄大な構想です。すごいわね、光陵という人。噂には聞こえていたけど、噂以上の傑物なのかも。でもこの状況はまずいんじゃないかしら。光陵がじゃなくて拝見がなんだけど。先に動くのが討伐軍であれ、臣下や光陵であれ、拝見は戦の渦中、主戦場になるかもしれません。
こーら、悩むな嘆くなうつむくなだぞ。大きな選択って言ったじゃん。この窮地をどうにかすれば、この劉邦は王に向かって大きく進めるってことよ。私たちが討伐軍を先にやっつけるのは無理って言われちゃったから、秦家と組むか、公領と組むか。朱仏は同意し弱いからやめとくとして、この劉邦が自分で局面を打開するか。最後のはなしでお願いします。無理ですから。あ、はい。劉邦様が王への道を進まれるなら、秦家か公領のどちらかと手を結んで窮地を公に変えること。匠はどう思う？公領が勝つってこと？天のしるべはこう言ってるけど、長領ちゃんはどうやってこの大難局をひっくり返すの？司馬遷様のおっしゃる通り、組みするなら公領です。公領は秦家に勝つから？召喚に勝てるからです。秦を討つなら公領でなければなりません。でも公領は軍友でも1、2を争う大勢力。傘下に加わったら飲み込まれてしまわないかしら。その危険はあります。私の天のしるべ、何かある？私は王になる。決まってるじゃん。天下の民と向き合うのが王よ。公領に飲まれて王が務まるもんかでしょ。
決めたわよ。劉邦は公領のもとへ行く。どうしたのみんな、あっけに取られて。私が選んだ理由を知りたいんだ。建前でも公領の言ってることは胸に響くよ。偽物の王を許せないって単純だけど分かりやすい。まっすぐな理由があるやつはね、土壇場で強い。でもね、公領を選ぶ一番の理由は長領ちゃんが言ってたでしょ。この機会に阪神勢力を束ねるって。あれですか。だってさ、進化はとりあえず蘇で満足してるんでしょ。修仏は自分のことだけで精一杯っぽいし。でも公領はもっと先、召喚と秦をぶちのめしてその先のことまで見てる。この劉邦は赤龍の乙女。たとえ一時でも共に走る相手には彼方を夢見るやつを選ぶわ。強い弱いじゃない、足元しか見てないやつでも行けるところなんて私は満足できないの。我が行くは天外、もっと彼方の王への道よ。ご下呪に従います。私はいつだって全力だって。半端なんてつまんないんだから。北上してきてるんだよね。じゃあ返事なんてまどろっこしいのはいらねえな。こっちから直接出向こうじゃないの。